The first day. 余命3ヶ月。南條先生がそうおっしゃったのは去年の話よ。私はその時の健康状態から総合的に判断してお話ししているだけです。その結果、今年もたまたま年を越せるかも怪しいってことになってる親父殿は、今も生き健康でオカルト研究に没頭されてるというわけだ。それでも余命3ヶ月ってわけかい、先生。ですから金蔵さんの敬愛する親父殿がまだお元気でおられるなら素晴らしいことじゃないか。親孝行なお前たちは親父殿に挨拶がしたくて仕方がない。なので会ってもらえないので納得がいかないと、そういうわけだ。日も沈まぬうちから遺産分配の川残用を始める皆さんのことを思えば、お父様の会いたくないという気持ちも分かろうというものです。それは誤解よ、夏日姉さん。ただ私たちはその親父とて不死身じゃねえ。いつかは死ぬさ。死ねと言ってるんじゃない。いつかは死ぬと言ってるだけさ。それに備えての話し合いだってだけの話じゃねえか。それが不敬だと言っているのです。よしなさい。また君の頭痛に触る。Kraus told Natsuki, who had risen from her chair in agitation, to sit down. Trying to smooth over the atmosphere, which had suddenly started crackling with hostility. Big shock, I know, right? Hideyoshi put on a cordial smile and motioned for everyone to calm down. 夏日さん、誤解せんといてや。立つ鳥後を濁さずっちゅうことわざがあるやろ。これはその見送る側の話や。やがては必ず旅立つお父さんをきれいに見送るための相談なんやで。さすが秀吉さんだ。同じ話をするにしても実に知性的だ。そうよ。兄さんと違ってね。よせにゃい。話が進まねえ。それでだな、兄貴。俺たちは遺産の話云々は抜きにしてもだ。たとえ親父に殴られても構わねえ。早い話が親父に直接会って挨拶がしてんだ。親父が嫌だと言ってもだ。書斎に閉じこもってるなら源氏さんに鍵を借りてでもな。な、ローザ。まあその無理やりってわけじゃないけれどだってかなり長い間私たちはお父様にご挨拶していない。余命わずかだというならもう二度と会えなくなる可能性だってある。今日がお父様と言葉が交わせるかもしれない最後の機会だし。そうそう、ローザの言う通りよ。余命3ヶ月ってことはいつ亡くなってもおかしくないってことなのよ。それなのに私たちに最後のお話をする権利さえないというの？それはいくらなんでもあんまりな話じゃないのかしら。あなたたちのしたい話というのが本当に挨拶なら、お父様も喜んでお会いになられるでしょう。しかしお父様は皆さんがどのような不敬な話に及んでいるかすでに聞き及んでおいでです。お父様でなくとも会いたい気持ちになるわけがない。お父様がお会いになられないのは他でもない皆さん自身のせいではありませんか？まったくだな。どうして親父殿がお前たちの顔を見るのも嫌か。自分の胸に手を当てずともわかるのではないかね。親父殿は諸君らの逼迫している経済状況も全てお見通しだ。それ何の話よ。
兄さんが何の話をしてるのかさっぱりだわ。私が諸君らの内情を知らないとでも思っているのかね。Evan the less realized that he had seen through to the dire straits they were in, and they entered into a back and forth argument, at first putting on a bold front and denying it. But they did need a lot of money right now. The man ultimately returned to the original point, and objecting by repeatedly demanding to be allowed to see Kinzo. Because they needed a lot of money right now. The sweet smell of the black tea Rosa had gone out of her way to buy had been completely wasted. The only good thing she could take away from this was that the children weren't here to see it. The fact that they had gone to play at the beach right after lunch was the sole redeeming aspect. I don't know, I mean... Can you just, I don't know, I doubt that Battler would like to see this in the first place, but you could just let him in and see what you adults are talking about. Because, you know, you do have to prepare him for the adulthood, for the role of the adults and such, so... that's something that you should take into consideration. Maybe you should let him join you as well. Evo was attempting to get violent with Kraus, and Hideyoshi and Kirie had cut in between them, trying to calm both sides. Then, Kirie sighed deeply and spoke. ごめんなさいね、クラウス兄さん。部外者だけれど、一言いいかしら。提案があるの。なんだね、キリエさん。まず、うちの人も含めてなんだけれど、私たちは長年、お父さんと一緒に暮らして、そのお世話をしてきたクラウス兄さんの苦労をあまりにも軽んじているわ。そうでしょ？そりゃまあ、俺たちは外に出て気楽でいいが、何十年もおもりをしてきた兄貴はそりゃ苦労はしたろうな。それは認めるが、それが何だってんだキリエ。私たちはクラウス兄さんがお父さんの世話人であることを認めざるを得ないのよ。だってそうでしょ？私たちはお父さんをずっと恐れてきて、その世話をクラウス兄さんに押し付けてきたわ。その苦労は誰もが認めるはずですよね、エヴァ姉さん。だからそれが何？兄さんがお父様の世話に？あんた部外者のくせに勝手なこと決めないでよ。まあキリエさん、あんた何の話をしてるんだ？キリエ、続けてくれ。私たちはクラウス兄さんと夏日姉さんにもっと感謝すべきなのよ。いつもお父さんの世話をしてくれてありがとうって。私たちにその感謝の気持ちがないからこんな不毛なすれ違いになるの。そうでしょ、クラウス兄さん。ほう、これは驚いたね。実の兄弟たちにも顧みられなかった私たちの苦労が、まさかキリエさんに理解してもらえるとは思わなかったよ。I mean, the siblings have no love for their father, like they do not care about him, so it makes sense an outsider would be the only one to think that. 後宮家当主跡継ぎとして当然の務めです。そうね、当主跡継ぎとしての責任よね。お父様を世話しているからこそ当主跡継ぎとして私たちは認めざるを得ない。あんた何を勝手に話を進めてんのよ。あんた部外者の分際で。待て姉貴。そうだな、キリエの言う通りだ。親父の世話をしているからこそ兄貴は跡継ぎなんだ。お前の言う通りだ。Rosa noticed
And then Eva too. Eva's barking demeanor towards Kiria for advancing the discussion on her own disappeared in a flash, and she instead stared at Kraus and Nazi. Nazi couldn't understand that sudden change, and was slightly flustered. Why, is it that they are thinking there's something suspicious when it comes to Nazi and Kraus? That they are hiding something? That Kinzo might actually not be in his study, and that they do not want anyone to enter? クラウス兄さん、ほんのいくつかの条件さえ飲んでくれれば、私たちはお父さんが亡くなるまで二度と会わせろとは言わないわ。もちろん死に目に合わせろとも言わない。なんならお葬式にさえ欠席してもいいわ。ほう、何の話やら。だが一応は聞こうじゃないか。その条件を言ってみたまえ。一つ、当主跡継ぎとは現当主後宮金蔵の世話人を指す。それから一つ、世話人の責務は後宮金蔵の終生の世話をすること。早い話が最後を見とるまでが仕事ってことね。クラウス兄さんには元よりその覚悟はあるから問題はない。当然だ。そこまでの条件には何の依存もないね。元より私が実行していることだ。一つ、世話人が万一その監督責任を怠った場合、世話人の権利は剥奪される。With that sentence, all slack disappeared from Kraus's face. Nazi alone was still having trouble understanding what it meant. ほう。世話人の監督責任とはどんなものかね。お父さんが寿命の限りを健やかに過ごせるよう監督するということよ。もっと詳細に言うわ。お父さんが自然死以外の理由で死亡した場合、世話人の権利は剥奪され、当主跡継ぎの権利を失う。その際の当主跡継ぎには次の序列であるエバ姉さんを選ぶこと。なんですって？そんなよまいごと、よくもシャーシャーと。ほうほう。これは世話人は責任重大だ。しかし人の死因はあまたある。例えば老衰した老人が食事を喉に詰まらせて亡くなることもあるだろう。本来ならそれもまた講義の意味での老死となるに違いない。Oh boy, here we go. I do remember thinking about what it means to die via natural causes. Like more specifically how dying of old age is categorized as death via natural causes. Like the body of the old person gets weak, like because of whatever disease is inside, and thus they die. And sickness is a natural cause that doesn't involve a third party. Thus, old age is included in natural causes. Like, I was thinking of all this, like, in the context of the first twilight of the third game. I mean, Battler did mention the possibility of an accident, but maybe Kinzo or Kumasawa, who were, like, the last person to set up the Locked-Room murder, like the 6th Locked-Room murder. And when they locked themselves, they just died of old age. That their time expired. I mean, you would not consider that homicide nor suicide, so there's also that. しかしその論法でいくと、これは自己死になり、私は監督責任を負わされることになる。
if they happen to have food caught in their throat, then yeah. これは私にとって不当に不利な話だ。I wonder if that was a possibility that Beller was thinking of. That when the last murderer locked themselves in the last room and all that, they celebrated by eating some food, and then they just died by accident by just eating some food and all. I mean, that would totally be something. そんなへりくつをつけるつもりは毛頭ないの。Like, I was questioning at that point, well, how the fuck did they die by accident? And yeah, I guess it could be as easy as that, even though it would make no sense. 私が想定しているのは、世話人がしっかり世話をして見張っていれば未然に防げた程度のレベル。I mean, murderers, like culprits, are hungry as well. 食事を口に運ぶところまでは世話人の仕事でしょうけれど、飲み込むことに関してはさすがに責任外。クラウス兄さんのケースでは私は全く問題にしないわ。ほう。ならば、キリエさんが想定する世話人が過失を問われるケースとはどのようなものなのか。例えば、失踪よ。ほう。Yeah, figured. So basically what Kitty is getting at is that we should go ahead and see if Kinzo disappeared or not. That way, Kraus's role as a supervisor will it will either perish or it will still be intact, depending on what we're gonna see. お父さんは今はお心もしっかりしているようだけれど、いつまともな思考や判断力が失われたって不思議じゃない。目を離した隙に徘徊して何か事故を起こしたり、あるいはふらりと森に迷い込んでそのまま行方不明になってしまうこともあるかもしれないわ。こういうケースは明らかに世話人の責任じゃないかしら。お父様はお心も健康でいらっしゃいます。言うにこと書いて、なんてこと。お父さんがある日突然森の中に入っていくのを見た。後を追ったけれど姿が見えない。警察も呼んで探したけれど、その後7年間探しても見つからなくて失踪宣告。それをもって死亡扱いというのは認められないって言いたいの。お父さんが亡くなられた際には必ず検視を行い、常識の範囲内で想定される一般的な老死であることを確認すること。それ以外のあらゆる理由によっての死は世話人の責任とすること。ねえ、今日までクラウス兄さんがご苦労なされてきたことの範囲内。おかしな条件でも何でもないでしょ。バカにしています。屈辱的です。なぜ主人がこのような恥ずかしめを受けるようなルールを強要されなければならないのか、理解に苦しみます。私、実は去年から疑ってるわ。いいえ、多分ここにいるみんなもそう。エヴァ姉さんも秀吉兄さんもルドルフさんもローザさんもみんなずっと疑ってるけど、あまりに恐れ多い想像で口にしなかっただけ。なるほど。お前たちはこう言いたいのかね。親父殿はもうすでに死んでいて、私がそれを隠しているのだと。That he already died. Before the game even starts, you say? Now that's spicy. ああ、そうなんだ。これは前回のゲームの最後の謎を解く鍵として考えた俺の一つの仮説なんだ。前回最後の南條先生を殺したのは誰かという謎のこと。そうだ、確かに魔女は赤で宣言したさ。
18人全員の名前を挙げて生死を宣言し、それ以上の人間は存在しないと言い切ってみせた。だがこの仮説ならその感激を縫える。Yeah. Great minds think alike, after all. Yeah. How about them apples? Beatrice? How about I hit you with the Fuche? なるほど。その2つを矛盾させない回答の一つというわけね。なるほど。俺の言ってる意味がわかるのか？お前なかなか察しがいいじゃねえか。説明が省けて助かるぜ。この島に19人目は存在しないにもかかわらず、未知の新人物 X が混じりうるからくり。つまり18名全員の名前と在当者18人が一致しなければいい。そういうことさ。魔女は赤で18人の名前を次々に挙げ生死を宣言した。さらにその上、島には18人を超える人間はいないとも宣言したわけだ。ここには一つの錯覚があった。It was never guaranteed that the 18 names equals the 18 people on the island. True. I mean, granted, before I talked about the possibility of an imposter disguising themselves as one of the 18, while one of them already died before the game started, like, you know, to fulfill the condition of the 18 people on the island. But this one works too. Like, you know why? Because Kinzo, he can be considered like the only person that battler, like, you know, the battler inside the game board has never actually seen before in Human Claim. Besides the banquet in the second game, which we established is the only magic claim battler was a part of because of him giving up and all that. But the rest of the time, he was pretty magic resistant, so yeah, it fits. Like the rest of the people Battler has seen in Rokkenjima, they could be the killer disguised. But someone replacing Kinzo, they could have just hit somewhere from the very beginning without the need of any disguise. I mean, it is a possibility. 18人の名前を全て挙げてその生死を宣言するとき、犯人 X の名を伏せ、代わりにこの島にいない人間の名前を混ぜる。そうすれば犯人は島にいるにもかかわらず18人の生死リストからは逃れることができる。混ぜられた人物は在当しないのだから在当者の足し算には加わらない。よって在当者18人の人数の中に加わりながらも名前が登場しないことが可能。2つの赤字宣言はそれぞれが単独なんだから、この仮説は矛盾しないんだ。その犯人の名をごまかすために使う人物名にはいくつかの条件があるわ。まず在当していないにもかかわらず私たちが在当していると信じている人物、そうでなくては騙せない。そしてその人物は死んでいることが好ましい。なぜなら死ほど完璧なアリバイは存在しない。あの時点での謎は18人全員が犯行不能であることに立脚しているのだから。そんなところ？ああ、そうさ。そしてその人物がまさにじい様なんだ。今キリエさんが言わんとしていることはただ一つ。実は部屋に閉じこもってて誰にも会わないと言っていることになっているが、じい様はすでに死んでいて、クラウスおじさんがそれを生きてると嘘をついてる可能性があるってことなんだ。True. I mean, as I said before, the witch Evatrice, or could be Beatrice or whatever, they did specify that Kinzo was dead, but they didn't specify that they died during the game board. That's right. Grandfather has been closed up in his room this whole time, and no one's seen his face. Maybe he's already dead, and Uncle Kraus and the rest are conspiring together to trick everyone into believing he's alive. 金蔵が死ねば遺産分配が発生する。しかし金蔵が死ななければ、いえ、金蔵が死んでも
それを告知しなければ遺産分配は発生しない。つまりクラウスおじさんはじい様の財産を全て独占できる。そうさ、動機は十分なんだ。 Sure, maybe 19 person X really doesn't exist on this island. But the person X did exist. And that person was the 18th person. Also, I guess I should add that... I mean, it is a good tactic. I mean, if someone were to announce that Kinzo died, and they would find out in the same day, then they would have a lot to discuss. But if Kraus hid Kinzo's death, like after a long period of time, by the time the siblings would find out that Kraus has Kinzo's money after all this time, it will be too late. Kraus did all the preparations to make it clear that his money is his now. With no debate, it will be too late for the siblings to fight once they find out that Kinzo has already died like a long time ago. So, yeah, that would be a pretty good tactic. つまりこの島の本来の人数は18人じゃなく17人だったんだ。そこに未知の人物 X が隠れ潜んでいて犯行を行ったんだ。どうだベアート、出てこい。前回の最後の最大の謎は今解けたぞ。As Battler declared that forcefully, the crisp sound of clapping out of nowhere, and their surroundings turning bright, becoming the usual witch's hero. ブラボーブラボー。 Bravo! そなたごとき無能にしてはようやくの感は否めぬが、とにもかくにも一つの回答を出してみせた。思考停止ならコンクリートの塊でもできる。つまりそなたはようやく今、ようやく知性ある存在に進化できたわけだ。ただ涙を流し、はがみしながらわらわの靴を舐めるだけの存在から、ようやく一歩を踏み出したと言えようぞ。こんなくだらない言葉遊びで前回は翻弄されてたとはな。俺も自分の情けなさに腹が立つ。さあベアト、復唱要求だ。在当者18人の中にじい様は含まれてると宣言できるものならやってみろ。ああ、できやしねえさ。すでに死んでるんだからな。てめえのまやかしはこれで終わりだ。さーて、どうしたものか。赤き真実にて一刀両断に叩き割ってやろうか。いやいや、わざとここはじらして保留するのも良いかもしれぬ。突き落とすならより高みに誘ってからの方が面白いというもの。Spetta sneered obnoxiously. He even looked to me as if she was still searching for the perfect expression to take me off even more. As though she was saying that the answer I had finally reached was entirely too ridiculous. Or rather, it would be too easy. Like, the idea is good. It's just that maybe we should not entirely count on Kinzo being our final solution. In contrast to my visible annoyance for the witch's attitude, Gretel had a blank and composed expression on her face. Almost as though she had expected the witch would act that way. なるほど。バトラが学んで成長するように、魔女も学んで成長するのね。どうしたよベアト、もったいぶるんじゃねえ。苦笑できるってのかよ。答えろ。よしなさい、バトラ。魔女は安易に答えないわ。自らが利すると思わない限りね。
何？どういうことだ？これまでのゲームであなたが赤き真実とやらで翻弄されていたから、魔女は何度もそれを繰り出してきた。でも今や状況は違う。あなたは赤き真実を誘い出し、むしろそれを武器に使っているわ。そんな状況で魔女が緑に赤を連発するわけもない。So basically, she is gonna give us the red when we least expect it. I mean, we already discussed this, so yeah. でしょ？グレーテルとやら、そなたはバトラと違い、なかなかに頭が冴えるようだ。わらわも恐ろしい敵を迎えたものよ。その通り。その通り。バトラがわらわの赤き真実を期待する場面で、なぜに期待に応えてやらねばならぬ義理があるというのか。ない。わらわにはそなたが喜ぶことをする義理など、今朝食ったクロワッサンのパンくずのひとかけらほどもない。この野郎。そのそうそうそう、その顔。わらわが赤き真実などという遊びを始めたのは、そなたのその顔を見たかったからこそよ。その表情が拝めぬというなら、わらわにはこんな遊びをする理由がない。負け惜しみだろ。俺の不祥要求に応えられないからって適当なこと言ってごまかそうったってそうはいかねえぞ。うぬぼれるな。その程度の答え、造作もなく切り捨てられる。だがそれをわらわはわざわざ赤で言わぬ。そなたが求めるから言わぬ。なぜだかわかるか？さっき言ったわ。一番おいしいところで突き落としたいって。その性悪な魔女はね、あなたが求めるところではもう赤は使わないって言ってる。つまり復讐要求なんていうお遊びにはもう付き合わないってことよ。その通り、その通り。その通り、その通り。Why do I keep repeating after Beatrice? バトラと違い、この女は話が早い。説明がいらぬ。わらわはわらわの望むとき、わらわが好むように赤き真実を語る。そうね。赤き真実とはつまり魔女が自由に行使できる権利。人間側が望んだ時に行使しなければならない義務ではない。ただし内容によるわ。内容？どういうことだ？魔女はあなたの復讐要求に応える義務はない。ただしあなたの主張によって魔女説が打ち破られてしまう時のみ義務が生じる。なぜならこの裁判官なき法廷では反論されないことはすなわち真実だから。あなたが思考停止に陥り、魔女の主張する魔女説を反論できなければ、それが直ちに真実となってきたように。じゃあ俺の今の推理に反論がない以上正解だということでいいわけか。 That until Beatrice gives us the red truth that will take precedence over our theory, then our theory will remain the new truth? 犯人は18人目の謎の人物 X で、じいさまはすでに死んでいるという推理で正解だというわけか。少なくとも魔女が反論するまではね。真実はより未来の新しい真実に負ける。厄介なのはその反論のタイミングすらも魔女に委ねられているという点よ。つまり今のあなたの推理が正解しているのか、それとも間違っているにもかかわらず魔女がその反論を保留しているのか。さもなくばそもそもその推理自体が魔女説を揺るがすことにならないため、魔女が現時点では判断がつかないということよ。そんなところ。
ベルンカステル教名、つくづく厄介な駒を送り込んでくれたものよ。おかげでわらわの出番がさっぱりない。魔女はあなたの復唱要求に対しタイミングをずらして答えることを覚えたのよ。ディレイトでも呼べばいいのかしら。ふざけた真似を。じゃあ俺は間違った推理を掲げたとしても、ベアとはわざと否定せずに俺を泳がせ、さらに壮大に推理を広げた最後の最後にその根元をちょんと断ち切って全てをひっくり返してくる可能性さえあるってわけなのか。Basically letting us possibly go in like in the wrong path for like an extended period of time. Like without any constant that tells us that we are right or wrong. I mean, in which case, is it really okay for us to consider like is it really okay for us to think that what we're talking about, like what we're saying over here is the truth? Like shouldn't we rather think of multiple possibilities instead so that we at least have some backup plan in case Beatrice strikes us, like with her red truth and all? Shouldn't we think of that instead? A single piece of reasoning becomes a bridge to the next piece. Through my repetition requests, I've been able to straighten my position and advance bit by bit. But thanks to that damned data learning this strange delay tactic, I can no longer confirm or deny my reasoning. It's like I finally got myself a cane to help me search around in the pitch black darkness, and I had it taken away from me. Now I'm just stuck, aren't I? こらこらバトラ、そんなに絶望的な顔をしちゃわらわのよだれが止まらなくなっちまうじゃないかい。その杖はもともと不甲斐ないそなたにわらわが与えたものに過ぎぬではないか。ようやくこれでハンデなしの対決になるだけだぜ。でもだからといって復唱要求がバトラの反撃手段の一つであることに変わりはないわ。すでに言ってる通り、魔女は魔女説を打ち破る致命的なものに限り反論の義務、すなわち赤き真実を語ることが義務となる。反論のタイミングこそ魔女の自由ではあるけれども、それは必ず履行されなければならない。そうよね。そうなるであろうな。I mean, like, is there any way we can make Beatrice speak to us in red? Like, whatever we want? Like, I do have to wonder. Like, to force her to make her move at our will, you know? Like, I do have to wonder. Because, unless there are some new rules that we should follow, unless there are some rules that we should follow, she could just tell us, like, she could just tell us after 10 more games if we are right or not. And that's really not fair in my eyes. Like, if we make a repetition request, she has to answer us under, like, a fair time limit of sorts. I mean, at least until the game is finished or something. Like, well, you know, preferably much earlier than that. I would not want her to just spill all the red truths like right at the end or so. Like, I don't know. ゲームの終了時までにわらわがバトラの提唱する人間によるトリックを否定できなかった場合。Unless at the end of each game we're gonna have like a trial of sorts like last time. That I'm in favor of. バトラはそれを理由にわらわを否定し、勝利を宣言することが可能となろう。それは人間側が提示するトリック説、すなわち復唱要求は必ずそのゲーム内、つまりエピソード内に反論されなければならないという魔女側の制約という認識でいいのかしら。そうなろう。Wait. Oh. So you're telling me that if something were to happen to Beatrice that would stop her from counterattacking our theory,
until the game is over, like, until the episode is over, then our theory will be the thing that will have us win the game, even though it could possibly be wrong. Oh, so that's why Gretel talked about future truth taking precedence over the current one. That we should consider our theory the current truth. So if Beatrice does not counterattack our truth, then our truth will be the winner. Because there will be no future truth to take precedence over our current one. Wow. You're good. You're pretty good, Gretel. バトラの目的は、わらわがこの島で繰り広げる愉快なゲームのすべてを人間で説明し、わらわを否定してみせることだ。それをバトラが成し遂げたなら、その時点でバトラはゲームの勝者となるであろうぞ。ルール確認。ゲーム終了時とは、ゲーム内の六軒島時間で1986年10月5日24時00分という認識でいい？問題ないぞ。そのゲーム終了時に人間側が全ての謎についてトリック説を主張できていて、かつ魔女側から反論がない場合、人間側は勝利を宣言できるものとする。問題ない？もう少し厳密としよう。ゲーム終了時に魔女側には反論の機会が与えられるものとする。時間を切ってもらうわ。1分よ。1分以内に反論が行われない場合、勝利は宣言されるものとする。ならば同じルールをそちらにも課させてもらおうぞ。ゲーム終了時に人間側は与えられた謎に対し1分間の反論時間が与えられる。その時間内にたった一つであっても反論されない謎が残った場合、魔女側の勝利となり、そのゲームは終了する。兆候を理由にゲームを止められては今日をそぐのでな。くそったれ。Is it just me or is it getting hot in this room? These two ladies, they are spicy. 俺を抜きで話が進んでやがるぜ。だが話は大体分かった。俺の不詳要求は即座でなくとも必ず反論されなくてはならないわけだ。ええ、そうよ。そしてそれは10月6日0時01分までに必ずなされる。Okay, so we established a time limit. ただ注意して。魔女はあなたの復唱要求をたった一つ切り捨てるだけでいい。すべての謎を解き明かさない限り、あなたに勝利は宣言できないのだから。わらわが赤を使えるように。バトラ、今よりそなたには青を使うことを許そう。The blue? You mean the blue truth? そなたはわらわの魔法殺人を人間とトリックで説明する際に青で宣言することができる。わらわはゲーム終了までの間にそなたの青を赤にて反論する義務を持つ。青。つまり俺は復唱要求を青で語るということか。少し違うぞ。復唱要求はどんな些細なことでも可能だった。しかし青はもう少し厳しいぞ。それ自体が魔女を否定しない限り成立しない。It's starting to get confusing, but it's more or less something like this. Let's take one of the potential requests I made during a past mystery as an example. The number of master keys is 5. It had been claimed that there were only 5 master keys, so I made this request to confirm that the number really was 5. But since that by itself doesn't deny the witch,
I cannot say it in blue. So, in order to speak in blue, I need to say something like this. The actual number of master keys was greater than 5. The culprit used one of those extra keys to get in and out of the room. And only then would the witch, who claims that it was a locked room murder with magic, be responsible for making a counter-argument. In other words, I cannot use it to demand that she repeats things in order to check the premises of my reasoning. As long as it denies the existence of witches. Okay. That'll probably put me at a significant disadvantage. Crap. It's enough to make me think that all those red declarations that Beato's been making to toy with me were extremely merciful. Kusso. 仮に俺がある密室について仮説を立て、それを青で語ったとしても、ベアトがそれを最後の最後で否定してきやがったら、俺には次の仮説を立てる時間すらもねえってことじゃねえか。このルールは最悪だ。俺にばかり不利だ。また戦う前から屈服？ Yeesh. Now that I'm thinking about it, even if we have a time limit, the fact that Beatrice can choose to say her red at the end, and we only have one more minute to think about something else is... I mean, it is quite... I mean, it's still quite cheap. I mean, that is why I said that if we are to think of multiple possibilities till then, it would be beneficial. I mean, still, does that mean that we only have 1 minute to showcase all the possibilities that we have and have Beatrice deny them? I mean, that's a little excessive, don't you think? You'll be like a sword fight. Blue truth, red truth, blue truth, red truth. Like, just shooting each other like really, really fast in under 1 minute. Well, I am no stranger to that. Just keep shooting those red and blue truths like a revolver. Like a bunch of truth bullets. 落ち着きなさい。一つの謎に対して青は一度しか使えないとは言われてないわ。それがどういう意味かわかる？いや、どういう意味だ？これまでのあなたは仮説を一つ立てては魔女の顔色を伺い、それがダメだったらその時改めて別の仮説を立てるという情けない戦い方だった。それじゃあ魔女は追い詰められない。じゃあどうやって戦うんだ？まさか。ええ、そうよ。謎に点で挑むんじゃない。面で襲いかかるのよ。Exactly. In fact, you know what's better than a revolver? A machine gun that shoots blue truths. あなた、以前のゲームで推理の姿勢はそうあるべきだと自ら言ったわ。Assault with a wall. That's right. I said so myself before. The act of trying to uncover the mystery by reasoning is like trying to shoot a distant target with an arrow. Until now, I've been shooting off a single flimsy arrow every time, asking the witch if I scored a hit, and then once told that I missed, preparing my bow again, and shooting off another flimsy arrow. There's no way I'll hit at that rate. Bullets might be a better example than arrows. If you take one shot after another at a distant target with a handgun, you probably won't hit it easily. So how can you hit it? If a handgun doesn't work, use a shotgun. Instead of a single bullet, blast her with shot filled with countless projectiles at once. Shot scatters, so impacts a wide area. So it's very well suited for shooting small, fast targets like birds. That's right. There's no rule that says reasoning has to be like a pistol. Shooting one shot off at a time. Making single theory and just hoping that it hits is like stopping your own thinking. Blast away with a massive number of bullets, are pieces of reasoning, and make them impact like a wall. So you only need just one of them to find its mark. 青か。なるほどな。お前の赤き真実が
切れ味鋭い日本刀みたいなもんだとしたら、いや火力で魔女を蜂の巣にする機関銃だぜ。Well, actually, why stop there? Let's go further with the Gatling gun. 下手な鉄砲数打ちゃなんとやらか。そなたらしいそやな例えよ。推理小説なんかのクライマックスはいつもこうだった。名探偵が容疑者を一堂に集め、たった一つの推理を披露して、それを華麗に当ててみせるんだ。まるで一本の矢で見事にリンゴを射抜くウィリアム・テルのようにだ。だからこそそれが美徳みたいに誤解しちまってた。 Sure, that would probably be magnificent if I could shoot through the truth with a single guess. But that isn't realistic. Just look at real wars. Do I really think everyone pulls long guns out of their trench, aims really well, and takes a single shot at a time at the other side? They don't, right? They fire rapidly. They fire all over the place. They pin down the enemy with a barrage. Reasoning was the same way. Because of that weird virtue, I've been stuck thinking that I could only take one line of reasoning at a time. We humans can fire off countless guesses and possibilities. Imagination is ammunition. Suspicion of thought is a clogged barrel. The pathetic way I've been reasoning up until now is like a pea shooter. Incredibly awkward. Like I've been weakly firing off a shot, getting it denied in red, and then receiving the next bullet and reloading. My blue truth, that claims that human tricks are the truth, will overwhelm its target, the fantasy told by the witch, with all the firepower of my imagination. This is my Ushiromeya battler style way of fighting. お前のおかげで俺の本当の戦い方が分かってきたぜ。ありがとうよ、グレーテル。どういたしまして。これまでの俺が情けなく思えてくら。ああ、ベアトの言う通りだぜ。これまでの俺はハンデをもらってきた。そいつを認めるぜ。新ルール了解した。俺には俺の戦い方がある。そいつを見せてやれ。その息やよし、気に入ったぞ。ならば早速使ってみるがいい。そなたの青き真実とやらを。ああ、使ってやるぜ。この青き真実でお前が主張する全員にアリバイがあるから魔女の犯行しかありえないという魔女説は打ち砕ける。これが俺の真実だ。後宮金蔵はすでに死亡している。よって島の本当の人数は17人。そこに未知の人物 X が加わることで18人となっている。この人物 X の存在の過程によって17人全員にアリバイがあっても犯行は可能になる。